gentle light of dawn. Dreams take flight as morning sings, embracing the promise of a new day. こんにちは、メイです。前回は自宅横の一区画を埋めたので、今回は2茎案内状裏を作っていきます。なぜそんなに案内状裏を目の敵にしているのか気になる方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。ここの道から案内所の裏まで道をつなげて、案内所の裏を作って、さらにその奥の円形を作るという流れで行ってきます。目印の草は毎回恒例ですね。案内所の裏の広大な敷地、本日のマップ確認作業です。作る範囲はこの辺り、一気に作りすぎではという気持ちですね。さあまずはシーズン開幕当初に敷いた道をさらに伸ばしていきましょう。この道が拡張されるのは約1ヶ月ぶりといったところでしょうか。道は案内所裏までずんずん進んでいきます。案内所周りは整備されている感を出したいので、まっすぐな方の砂利道ですね。案内所を囲うように道ができました。道に入り口出口田口を作らなくてもよかったかなと思っています。道ができたので道に沿って大きめの川を掘っていきます。縦5マスの横は道幅いっぱい。マス数は関係なく掘り進めたい気持ちが強い島民代表です。いつからこんなに道に支配された生活をしているのか疑問ですね。こんな感じの出来栄えです。案内所のちょうど真ん中、真裏になるように橋の設置。今回は絶望しないよう細心の注意を払います。私史上一番長い橋を架けています。かなり長めですね。ピンチヒッターサブ住民に交代して、サブ住民の一番小さい家の建築予定地を探します。橋から3マス目のところに決まったようです。マイデザイン用に作られた存在なので、家は極小サイズですね。悲しきことに外観はリフォームできません。誠に小さき家が引っ越してまいりました。道を敷いていきます。案内所真裏は全てが見えなくなるので、シンプルに道だけです。小さな家周りを半分だけ囲うように道を敷きます。案内所裏は距離を置かないと置いたもの全てを消し去ってしまうので、適切な距離感大切ですね。なので何も置かない道だけ、なんなら川を作ってさらに距離を取る選択をしました。道がいい感じに敷けました。丸くなるように家具を少し飾り付けていきます。家の周りが丸くなるようにっていうことですね。高速田植え職人は今日も元気です。下と練り子も田植えの一環ですね。左側も丸くなるように田植えです。家をぐるっと囲うように収穫前の麦が出揃いました。麦の周りをぐるっと水に沈めていきます。まずは家具ギリギリのところを攻めていきます。最初に家具を置いたのは後で飾れなかったと後悔しないためですね。よく後悔しているので。行き当たりばったりな島クリエイトだったのですが、最近ようやく学習してきたようです。撮影した時に映ってしまう部分は沈めます。それ以上もそれ以下も掘らない。究極のめんどくさがり屋なので効率を求めています。時たまに撮影ポイントに戻って湖をどこまで掘れているのか確認タイム。まだまだですね。掘りたい場所まで走って的確で大雑把な位置決め。カメラ終了した時、位置が微妙にわからなくなる罠です。的確でないことは確かですね。側が沈め損ねていたので側を中心に沈めます。スコップから水が出てる説もあります。いい感じに湖が掘れたので次は家具の飾り付け。洗濯物は晒していくスタイルでやらせてもらっています。家具する気のないサボりアイテム、ポケットブック。こちらも自給自足用の釣り竿。看板の先に進めるようにちょっとこの先整備していきます。家の裏側に木製の橋を設置。家に隠れて橋をあえて見せないようにする作戦です。この家が関所的な感じですね。
この道を通りたければお金を払えと言いそうなサブ住民です。正面から見ると橋の奥が見えなくていい感じ。唯一の手がかりは斜めの看板です。左右に円形を作っていきます。円形といえば山ということで、写真に写る範囲の角に山を作っていきます。今作っている崖、今シーズン初となる崖となります。思いがけず記念すべき日となってしまいましたね。右側が高くなるようにして、左に行くにつれ小さくなるようにしていきます。今は3段目を作るための準備崖ですね。意気揚々と崖を登り、記念すべき3段目の登場です。木を1本だけ植えるためだけに作られた崖9マス。植えたのは最大サイズの広葉樹です。思っていたより崖を作りすぎていたのでなかったことにしていきます。1段目に戻り、先ほどと同じように右に行くにつれ小さな木を、遠くで見た時に木の根元隠しに役立つ低木。左側も同じように山作りです。木を同じ縦ラインに並べた方が遠くで見た時にいい感じになるので、直線上に木を並べて植えています。近くで見せる時は交互にしたり、いろんな木の大きさを植えたりした方が綺麗ですが、近くで見せる予定はないので、円形のことだけ考えています。そんな木の解説をしていたら崖を作っていますね。今回の島はどれだけ崖を作るのか未定なので、最初で最後になるかも疑惑も出てきています。階段の枯渇に泣いていたあの姿はもう見えません。その代わり橋の数が足りなくなることに怯えています。今日も2本かけたので、もうあと5本しか残っていません。円形ができたので木の根元ら辺の木を育てていきます。気になって仕方のない隙間を埋めていきます。隙間埋め職人といえば麦畑くんです。島と練り子も隙間埋めにも使える優秀アイテムですね。作者の都合により船と島と練り子の場所を入れ替えます。家の奥に船の一番高いところが来る方が多分いい感じになるだろうという目論見ですね。完成した姿はこちら。こちらが前後の位置を変える前。位置を前後に変えるだけでバランスが取れた気がします。これで全て完成です。湖のど真ん中の家はいかがだったでしょうか。すごいハイペースで作っているなぁと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。